どうも、作曲家のトイドラです。先日、作曲家の坂本龍一氏の訃報が報じられて、非常に音楽界隈では衝撃を受けてるわけですが、それを受けまして今回、彼のFlower is not a flower という曲、この曲の冒頭16小節の部分だけ分析しようと思います。冒頭16小節がこの曲のメインテーマになっているわけなんですけれども、この曲のメインテーマが非常にひねってあって、まさしく坂本龍一しか書けないような特徴的な曲になってるんですね。さあ、では早速その曲聴いていきましょうか。はい、こういう曲なんですけれども、これもうやばくないですか？どういう和音なのっていう意味のわからないコードがずっと鳴ってますよね。これコード進行が非常に独特です。で、メロディーとかリズムとかはそれに反して非常にシンプルですよね。このメロディーね。これを2回繰り返すだけです。もうシンプルを極めたような、美しいメロディーラインではあるんですけどね。で、この曲はとにかくコード進行が特徴的なんですね。この和音の記号を見てもらえればわかると思うんですけど、全部音コードになってますよね。しかもすごく複雑な音コードになってます。あまり見ないような、なんだこれって感じになるわけですね。ここの部分を今日はちょっと解き明かしていこうかなと思うんですね。これ実はコード進行、単純化すると非常にシンプルに考えることができます。なので一旦、この音コードを全部なくして、シンプルな形にしたものを見てみようと思いますね。こちらになります。これを改めて聞いてみましょう。これでも十分いい曲ですよね。冒頭からコード進行を見てみますと、4、7、5、そして1へと進む。そういうコード進行です。でこれって、実は、ホップスでよく使われるね、オード進行という定型のコード進行、これに非常によく似ています。コード進行っていうのはこういうコード進行です。この冒頭部分がね、とてもキャッチーに聞こえるのは実は王道進行を使ってるからなんですね。結局、この王道進行が全く王道じゃない形にアレンジされていくことにはなるんですけど。で、このコード進行ね、実は反復進行にもなっています。3調の2-5。そしてその後に4調の2-5ですね。2-5を2回繰り返すという、これもね、ポップスでよくあるような進行になりますよね。2-5をしているのでキャッチーに聞こえるというわけです。で、その後の部分ですね、続き。こういう風に進みます。で、これは、4、5、そして3へと進むんですね。基本的には4、5、1って進めば、よくある、ただの SDT っていう進行になるわけですけれども、ここでちょっと一工夫があるのが3なんですね、ここ。5から3に向かってるっていう部分。実はこの曲の中で5の和音から1に行かずに3に行っちゃうっていうコード進行非常によく出てくるんですね。よく見てみればね、ここもそうじゃないですか、ここ。
こういう風に言ったら、2、5ですから、G、C7 と来たら、次は F ですよね。こうじゃないですか。ここに行きたくなるところですよね。なんですけど、ここ、G、C7 と来て、次に鳴らされる和音、a マイナーですね。こういう風に言ってるわけです。ここでもやっぱり5から3に、C7 から a マイナーへ進む。3度下に下がってしまう。っていうような進行をここでもしてるわけですよ。で、あとね、この続きの部分で、ここで G7 が鳴らされます。G7 が鳴ったからには、まあ C メジャーに解決するんじゃないのかと。思うんですけれども、そうはならずに、この G7 は経過和音、もしくは異和音だというふうに見なして、そのまま G マイナーに、G7 から G マイナーに行っちゃうんですね。こういうふうに進むと。ここでも、ドミナントセブンスの和音が普通に解決をしない。そういう展開が見られるわけです。これが実はこの曲に仕掛けられた一つ目の暗号ですね。で、最後の部分は、綺麗にね、4、5、1と普通に進んで、このメインテーマが終わるわけです。綺麗に。で、これだけ見ると、なるほど確かに、メロディーラインがとても色っぽくて、コード進行も定型進行が多くてキャッチーですねと。それで終わりなんですよね。ただ、坂本龍一は、ここでは終わらないんですね。はい、こちらが実際の楽譜になるわけなんですけれども、コード進行はね、先ほど言った通りです。冒頭部分っていうのは、3調の2-5の後に4調の2-5っていう反復進行になってるんですね。ただ、この2-5はやばいですね。何が起きてるかというと、2読の4点から5度7の3点へ進むと。本当は G マイナーから C7 へと進むだけですね。こういう風に進むだけなんですけど、まず G マイナーの和音が第4点階形になる。つまり、アドナインスされたこのナインスがルートに来ちゃうんですね。はい。こういう音コードになるんですけど、これ滅多に見ない音コードですね。そもそも第4点階形っていうのはクラシック音楽では禁則です。なので、バランスが悪くて制御しづらいわけですね。で、ここから C7 で進むわけですけれども、この C7 の方も点階形に5度7の3点ということになりますね。ここにルートがあります。で、この時に、なんとも見事なことに、ルートがね、この一番下の音が、A から B フラットと半音上がるんですね。半音進行を含んでると。で、この半音進行を活かしたまま、半音ずつベースが上がっていくんですね。この次の和音が a マイナーになるわけですけども、この a マイナーも第4点階形になるわけですね。これそもそも反復進行になってるわけですから、2読4点5度7 3点。これをもう一回やるんですね。3調の2読4点5度7 3点の後に4調の2読4点5度7 3点と。2読4点5度7 3点っていう2-5を反復させる。これとんでもないアイデアですね。で、その時に、ルートは半音上行の形を取るわけです。こういうベースラインなんですね。すごいですね。これ本当に王道進行なのって感じですね。全然王道じゃないですね。これできるのは坂本龍一だけですね。そもそもね、この点階形っていうのは、ポップスでは出てこないわけですね。基本的に出てくるのはクラシック音楽になります。クラシック音楽の中で出てくる場合、例えば、この第4点階形の9の和音ですよね。こういう第9音っていうのは、その次に下に下がらなければいけない。こういう風にね、第9音は下に下がらなければいけないというルールがあります。こういうどっちの方向に動かなきゃいけないみたいな音っていうのを限定進行音という風に呼ぶわけですね。限定進行をしなきゃいけない。
で、第9音の場合は下に限定進行をする音ですね。で、それと同じように5度7の和音。5度7の和音の中に出てくる第7音っていうのも下に下がらなければいけない限定進行音なんですね。こういう風に下がるわけですけど、この限定進行をことごとく破ってますよね。冒頭の和音、ルートに第9音があるわけです。で、この第9音はクラシック的には下に下がらなければいけない音です。で、これが上に上がっていきますよね。で、上に上がった結果生じたこの5度7の3点のこの第7音。やはりルートにあるんですけども、この音も下がらなきゃいけないはずです。上がるんですね。上がっていきます。こういう風に限定進行音を意図的に無視しているというシーンがね、結構あるんですね。この冒頭16小節の中だけにですよ。これは明らかに意図的にやられていると思いますね。これが坂本龍一の隠したもう二つ目の暗号になるわけです。つまり坂本龍一はもともと決められていたこのルールとかヒエラルキーっていうものを打破するっていうことをこの曲の中でやってるわけですね。実際彼は思想的な面でもそういう考え方を持っている人物だと思うんですけれども、音楽の中にもね、それが、こうも美しく見事な形で現れているというわけなんですね。はい。で、そのまま続けて見ていきます。この奇妙な展開形による反復進行ですね。で、やはりこの和音に落ちると。第4展開形の厳しい音ですね。で、このルートが下がっていくわけですね。下がった結果、語読の3点、やはり第3展開形に行っちゃう。第4展開形と第3展開形をもう行き来するような進行になってるわけですね。で、第3展開形に行きまして、この5の和音の中に生じる第7音ですね、これ。第7音は下に下がらなければいけない限定進行音なんですけども、上に上がっちゃうんですね。なんならここの進行って、ルートが、こういう風に言ってますから、ここはルート下げたいはずなんですよね。こういう風にしちゃえば。ルートが順次下がっていくっていう形を取れますので、この方がスムーズだし自然なんですね。なんですけど、それを拒否してるんですね。もう、あえて拒否してます。こういう風に行くわけですね。もう決して基本形の和音は鳴らさないと。展開形の和音しか鳴らさないという強い意志がここで感じられます。で、この次の和音もね、非常に規定列ですね。これですね、これ。なんか長短合成和音を思わせるような、非常に厳しい半音のぶつかりを含む和音です。これは和音と示すと、実はね、G メジャーの和音の下に A フラットのルートがあるっていうだけの和音なんですけれども、基本になっているのは G7 の和音だと考えて問題ないと思います。で、この和音はね、純粋に経過和音ですので、この F メジャーナインスの和音から、次の G マイナードナインスの和音にこう移り変わる途中に、ちょっと通りますよ、と。間の音を通っただけの和音です。しかし美しい和音ですね。で、冒頭の主題に回帰しますね。で、ここでちょっと音が微妙に変わってますよね。この右手にね、4度体積和音があるんですね。これすごい和音ですね、これ。そもそもこの左手の和音がすごいことになってるのに、右手で4度体積をすると。それによって、ここにね、イレブンスのテンションが積まれることになるわけですよ。とても甘い響きがする4度体積和音ですね、ここは。で、このイレブンスの音っていうのは選手音として機能します。この次のところにね、レの音がありますので、この次の和音の D9 に含まれるレの音を先取りしたような形になるわけですね。で、この後は、普通に進行。ここでようやく初めて基本形の和音が現れるんですね。はい。このね、最後の D マイナーイレブンスのこの和音もね、非常に見事ですよね。ここね、僕だったら、こうしちゃうと思うんですよね。
僕だったらこういう風に書いちゃいます。これかっこいいじゃないですか。ここの半音ぶつけたくなっちゃうんですよね。まあ、波の作曲家なら。だけど、坂本龍一はそうしなかったんですね。こうしてるわけです。ここに、あえて、まあ今までね、散々こことか、あとこことかね、半音ぶつけるっていうことをいっぱいしてきたわけです。で、最後の解決の部分でも、このマイナーナインスのこのナインスコードで半音ぶつけるっていうのを、まあしたくなるところですけど、あえてしない。半音のぶつかりがあると、ドラマチックになっちゃうんですよね。なんか、すごい感情的になっちゃうんですけど、ここで、このね、全音、半音じゃなくて全音でぶつけることによって、どこかこう空虚でなんか感情を失ったような、そういう響きになるわけです。これはまあ見事ですね。細かいですけどね。というわけでね、まあとんでもない和音なのは分かったと思うんですけれども、とんでもない和音を使うためには、ボイシングがね、絶対に必要です。この曲では非常に見事なボイシングが示されています。しかもまあピアノで和音がそのままバーンって弾かれてるから分かりやすいですよね。今度はちょっとボイシングに注目してもう一回冒頭からこの曲を見ていこうと思います。これね。これ例えば、この音をね、上に配置しちゃったらもう成立しなくなってしまいます。キモいですよね、響きがね。こういう風に単駆動の音程が生じると和音というのはもう一気にキモくなりますので、この曲通して全体的に単駆動の響きがならないようになってますね。単駆動をぶつけるぐらいだったら、単二度にしてぶつけた方が、まあ、色っぽく響くわけですね。それから実はね、この和音ひっそりとここに、淀体積が隠されてます。淀体積和音がこんなところに隠されてるっていうのも、響きが良くなる秘訣の一つですね。で、その次の和音。これね、C9 ス、13スという和音なんですけれども、これオミット5されてます。第5音がないんですね。で、この後の和音、この Am9 スもオミット5。その後の D9 スもオミット5と。オミット5をすることによって、ボイシング的に響きが良くなるっていうことはよくあります。特にこういう風にね、13スの音が、テンションが乗ってる場合、第5音と13スがぶつかっちゃうんですよね。ここに対して13スが乗っかるわけです。ここの第5音と13ス、まあ第6音がぶつかっちゃうっていうのが良くない。なので、13スが付加された和音では、まあ、しばしばオミット5をするわけですね。で、あともう一つ大事なのが、ここね。ルートが第7音。で、メロディーが13スですね。つまり、ここで、こういう風に、小七度のぶつかりが生じています。これ逆だと成立しませんね。こういう風になっちゃうと、先ほど言ったように、単駆動になってしまいますから、こういう風に、和音を配置すると響きが悪いです。こうじゃなくて、こうですね。こういう風に配置しないと成立しません。で、この次ですね。これとんでもないですね。こんな形の和音見たことないですけど。これね、音だけ見ると、この4個の音をバーンとぶつけてるわけですよ。で、これを、こういう風に配置してるんですね。これね、実は、この C の音、これがないと成立しません。消してみましょうか。一気に響きが不安定になって、なんかへんてこな感じになりましたよね。なんでこれ、ここに C の音が必要かというと、C の音がないと、この音と、この音が単駆動になってしまいます。だけど、ここに C があれば、ここでオクターブでハモってる。で、この音は、この音と単二度でぶつかってると。だから、ここと、ここの単駆動が目立たなくなるんですよね。そういう意味でね、実はここに、この音必要なんですよね。
で、この C の音って和音の中で言うと第3音に当たるわけですね。第3音が重複するっていうのはクラシック音楽的には良くないと言われています。だけど、こういう場合には必要だと。むしろないとおかしいっていうことを坂本龍一はちゃんと意識してやっているわけですね。はい。で、次の和音であるこの D ナインス。これはさっき出てきたこの C ナインスのボイシングとほぼ一緒ですね。はい。で、ここから冒頭と同じ和音に回帰しますね。ここでメロディーに合わせてちょっと音が変わってはいるんですけれどもね。で、この次の、これすごい和音に聞こえますよね。これがね、非常にボイシングが実は見事なんですね。まず鳴ってる音を鳴らしていきますと、こうですね。下のキーボードを見てほしいんですけども、すごいことになってますね。これはポイントが非常に多くありまして、まずね、右手のこれ。ここで、超七度を作っていますけれども、これトップノートが A なんですね。つまりこの和音の根音です。この和音の根音が、普通下にあるわけですけども、上にあるんですね、反対に。で、この A オーギュメントセブンスにはフラットナインスがついてますけれども、フラットナインスがその下にあります。こうですね。ここで、こういう風に、根音とフラットナインスを、あえて上下逆の順番で、上、下っていう風にぶつけます。これによって、超七度が生じますので、逆だと、やっぱり単駆動になっちゃうわけですね。単駆動じゃなくて超七度の方がボイシング的にはいいよと。ふうにここでぶつけてるわけです。で、ここで左手の和音の方見ますと、ここでね、C ナチュラルがなってますね。で、この C ナチュラルと、ここの B フラットの音。これ、単七度でぶつかってます。で、その上の、この A の音も含めると、こういう風になるわけですね。これ、音だけ弾いちゃうと、こういう3つの音になってるわけですね。だけど、こうやってぶつけるのと、こうやって7度の音程で散らして弾くのとでは全然響きが違います。とても美しいですよね。で、これがすごいなと思うんですけども、この和音にはシャープナインスもついてるんですね。ここに、これですね。こういう風にぶつけてますね。普通、シャープナインスがつく場合っていうのは、シャープナインス、サードという風に、この2つの音を、こういう風に、超七度でばらけさせて演奏します。だけど、この和音の中ではね、すでに超七度でばらけさせてる音が、ここにありますから、こっちはぶつけると。これなかなかできないですね。これ凄まじい工夫だと思います。で、あとついでに言うならば、残った2つの音ですね。ここにも実は7度がね、隠れてるんですね。7度のぶつかり。だからこの和音だけで7度でぶつかってる場所っていうのが1箇所、2箇所、3箇所もあると。で、そして、ここでは半音でぶつかってる。だからこの和音っていうのはぶつかりだけでできた和音なんですけども、音の配置の仕方、ボイシングが非常にいいので、とても美しい和音として響いてますね。はい。で、この次の和音になりますけど、これはね、よくあるアドナインスの第一点回形みたいな和音ですよね。こういう和音があったときに、これを第一点回形にすると非常に響きがいい。これはよく使う和音です。で、ただここにメロディーラインで、セブンスのイオンが含まれてるわけですね。この音っていうのは、こういう風に下がっていきますから、実は D の音の方が、この音のあるべき位置としては正しいんですね。だけど、D に下がる頃にはもう和音変わっちゃってるわけです。というわけでこの和音に移っていくんですけど、この和音は、ルートで鳴らしてる音以外の音を弾くと、普通の G メジャーのコードになってます。こうですね。ここに対して、ルートが、こうですね。なので、結果的に、こういう風に A フラットと G が、やはり超七度でぶつかってます。とにかく、超七度でぶつけると。単駆動でぶつけるんじゃなくて超七度でぶつけるっていうことをこの曲の中では徹底的にやってますね。
で、さらにおまけとして触れておくと、ここに、やはりヨド体積和音が隠れていますね。はい。で、ここからリフレインに入っていきますね。で、この和音ですよね。さっきも触れましたけども、このヨド体積、非常に見事ですね。ヨド体積が多いんですよね、この曲の中にはね。で、この次の和音も変わらないんですけども、ここでね、完全5度を含んだ、1オクターブのキランっていう音が加わることによって、上の方がね、補強されて、より高質な響きになってますね。輝きがあるような感じの。はい。で、ここまでは異常なコードだったわけですけど、この次のね、Gm9th の和音。これは、初めて出てきたオンコードじゃない基本形の和音ですね。基本形の和音の場合は、こういう風に低音で完全5度を鳴らしてあげて、さらに上でも、こういう風に完全5度を鳴らすと。完全5度を軸にすれば、ボイシングというのはおのずと良くなります。で、ここでね、ナインスと、サードの音をぶつけるっていうのはよくやりますよね。で、ここの次のね、A7 フラットナインスの和音ですけども、ここはさっき出てきたね、A オーギュメントセブンスのこのボイシングと似たボイシングになってます。やはり、このトップノートがね、根音の A の音です。そして、その下を見てみると、やはり、ここにね、フラットナインス。ここで超七度でぶつけています。で、この左手ね、左手も、根音と第7音。ここで7度のぶつかりを生じさせてますね。で、この最後の解決和音ですね。ここでもやっぱり左手で完全5度の鳴らすことによって、ダーンと軸をね、作って安定した響きにしています。で、右手にも、やっぱりここに完全5度を作ると。はい、こういう風にしてこの曲ってのはね、ボイシング的にも整えられているわけなんですね。変なコード進行の曲を作ろうとした時にこそ、ボイシングっていうのは光ります。坂本龍一は、とにかく上手いですね。このボイシングは上手いとしか言いようがないですね。センスが高いです。はい。以上で、A Flower is not a Flower の冒頭のね、このメインテーマの分析は終了となるんですけれども、メインテーマの部分だけでもこれだけ語れるぐらいすごい曲だということになってるわけです。でね、とにかく基本形の和音を拒否する。展開形、オンコードをもうとにかく使いまくるっていうことと、限定進行、和音の限定進行を拒否する。この二つの拒否が、彼の思想にも結びついてるっていう部分がね、特に美しくて見事です。坂本龍一はね、結構商業的な作品で有名にはなったわけなんですけれども、その純音楽的な、芸術音楽的な才能というのも大変なものだというのはもう、高知の事実ですね。ただね、そういう観点から考えると、この曲の最後の部分がね、基本形の和音で綺麗に終わってるわけですね、こういう風に。この部分が、やや疑問だなという風に、個人的には僕は思ったんですけれども、ここもね、最後まで抗ってもよかったんじゃないかと。ただ、その最後の抗いとして、多分ここに、マイナーイレブンスの和音が出てきてるわけですよね。ここでイレブンスをぶつけて空虚な響きにすると。それからね、やはり、このね、最後の部分は綺麗に終わるよという、耳で聞いた時に綺麗に美しく聞こえるっていう部分を捨て去らなかった。その自分の思想だけで音を、すべてもう汚い音になっても思想を貫くっていうようなことをせずに、あくまで音楽的な美しさを失わなかったっていう部分は、彼をね、商業的な成功に結びついているというふうにも僕は考えました。そういうわけで、坂本龍一は商業的にも芸術的にも非常に優れた作曲家だったわけですね。彼を失ってしまったことは大変悲しく思います。はい。というわけで、以上で今回の分析は終了ですね。面白いと思っていただけましたら、ぜひともチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ではありがとうございました。